それじゃあこれがね、乾燥するのに2週間ぐらい、1週間から2週間ぐらい置いときたいんですよ。どうしても奥の方の溶剤が揮発していない状態で磨いちゃうと後々またブツブツになっちゃうんですよね。柚子肌が出てきちゃうんで、2週間で完全に乾くかどうかわかんないですよ。でその間にこの前に塗り上げた部品を組み上げていきます。プラモデルのプラモデルたる部分ですよね。この辺りが一番好きなんですけど、やっぱり組み立てがで、まずこのエンジン関係ある程度組み上げてるんですけど、塗装前にやっちゃいけないとこもあったんですけどね。でこれを組んでいきます。接着剤はねケースバイケースですね。奥の方に入って見えなくなるようなとこはこの普通のドロドロのタイプで、表面の方でくっつけたい場合はこちらの流し込みタイプという使い分け方してます。場合によっては2つをね使うんですけど、でインストの1番のとこはもう終わってるんでね、ヘッドカバーとこの前の樹脂カバーこれは付け終わってるんで、その後ですね、まず寄贈スト、インストの角度で言えばこの角度でもう部品取っちゃってるんで部品番号は分かんないです。見て判断ですよ。見て分かりますけどね。でこういうところはこのダボのこの部分だけなんで奥まで入んないな。これでいってるのかな。奥まで行ってないな。入った。こういうところは流し込みタイプですね。ですぐ乾燥するとはいえなるべく塗装面を汚したくないのでちょんちょんとこっち側後ろがちょっと塗りにくいか。これは塗れますけどね。これでギゾーストマニホールドがついたと。次にファンベルトのパーツ、ちょっと早めに乾燥してほしいけど若干時間が欲しいとか、そういう場合は混ぜたやつですね。サラサラとドロドロを混ぜたやつを塗っといて、で入れてやると。流し込みほど早くは乾燥しないんで取り扱い注意です。
でオイルパンはしっかりくっつけたいんで、接着位置を確認して、これは周りには塗装したところにはつけられないですから。でここの方に白キャップ使ってで、ギュッと押さえといてもいいですし、見えないところで流し込みをちょんちょんちょんと入れてやると、そうすると周りは早く固まりますよね。という使い方をしてます。でこれでエンジンは終了。こんなオイルフィルターこんな感じになってます。下から見えるよね。次エンジン、今組んだエンジンをシャシシャシに接着、裏側から接着ですね。シャシの方特にクリア塗らなかったですよ。ボディショーのとここんなとこは。しかもあえて上から艶消し黒塗ってます。写真見るとそういうのがあったんでね。これパイプ今の段階で入れちゃうかな。ウォーターホース、これはこれ電線ですね。電線の中身抜いたやつです。車用の電線ですよ。車屋さんっていうかアクセサリーショップで売ってる。ファンベルト今入れたばっかりだから気をつけないと。先に入れとけばよかったですね。ラジエーター側には穴開けるので、ね、その時は瞬間接着剤入れます。これがここに収まりますよと。年取るとねこんなもん組み立てるのもあれですよ。目がやっぱり老眼鏡っていうか遠近療養つけてるんですけど、最近それつけてても奥行き感がつかめないっていうか、なんかめっちゃやりにくいんですよね。これだけのことです。じゃあフロントサスペンション周りですね。これはイーストの4番の中でこれは2つの部品、これね、これはもう2つの部品をもうくっつけちゃって、もうくっつけた状態で塗装をしました。合わせてこのプッシュロッド両側のサスペンションパーツももう取り付けてあります。これは接着じゃないですね。これを組んでいきます。ここにこうつきますよと。
こちら側からも法律は、接着しちゃいけないよという部品もあるので、これはこっちだ。でこれがね、毎回言うけど、なんかこう綺麗に接着できないですよね、いつも。一回抜いてやって、逆だねこれきっとねきっと逆だね。こうでしたはまるわけはない。なんかおかしいと思ったんだ。で向こう側だからこうか。向き的にはこうですね。そうだからね、なんかいつも接着が遠慮がちになっちゃうんですよ。センターハブ、ブレーキの真ん中と、ここはちょっとこっちよりこっちの方がいいかな。混ぜたやつの方が、このドロドロの接着剤が一番接着力があるみたいなんですけど、ここはしっかりと押さえておきたい。ここに塗るのが一番いいかな、こっち側に。かっちりと入ってますね。ここでグイグイやるから、いつもこれで剥がれるかもしれないグイグイますから、それでいつも外れちゃうのかね。
かもしれないです。次がリアサスペンション。次はリアサスペンションですね。ドライブシャフト、サスペンションの部品にこう差し込んで、向きが逆かな、こっちだ、これが逆だ。こうで、まあこうなりますよと。インストの絵を見ながらね、微妙な形の違いを見ていかなきゃいけないと、その判断能力がもう年取ると落ちちゃうんですよ。大丈夫かね、このおっさんは。この穴にねピンを入れたいんですけど、つってんのかね。このピンにこのアブソバの穴をこれでいいのかな。これでいいんだね。ダブルウィッシュボーンだよね、多分。マルチリンクだっけ。これいつも思うんですけどね、カメラのモニター見ながら撮れないじゃないですか。どうしてもこっちモニター見ながらこっち見れないから、今どういう風に映ってるか全く分かんないです。昔高校生の頃かな、写真部でした。それなりに構図とか気にするんですけど、だからね、動画編集しててなんじゃこりゃってのいっぱいありますよ。っていうかほとんどそうだね。その中で時々このアングルはってのはありますけどね。もうアングルは関係ないですね。もう全然判断できないです。でここにリアブレーキつきますよと。こういう細かい作業が怪しくなるんですよね。指先の感覚が若い頃と比べて全然ない。指にね接着剤つくといけないんで、欲しいここだ。ギューッと壊しちゃダメですよ。ギュッと密着させます。これはまあどうでもよくはないけども、スタビライザーはそんなに力が加わるところではないので、ちょんと流し込みで、よいしょ。まあ一応これも軽くキュッとはやっときます。いやいいな、かっこいいな、このサスペンション自体とっても。サスペンションだけ
とってもかっこいいです。で次がもうこれをここにくっつけちゃいますよと。怪しいなあ。いいのか。これずれた。これがね、ドライブシャフトがここで止まるだけなんで、ミッションケースの方はほぼ届いてないです。あとマフラーだね、マフラー。マフラーはね、ほら合わない。ここで合わないんでね。どうしようかな。これはもう強引にくっつけるしかねえな。しっかり押さえといて、これもしっかり乾燥させるしかないですね。若干マフラー側の方が広いです。広いですって多分エンジン側で角度どうなんだろうな。角度がうまく合ってない。マフラーは接着位置がそのエンジンのここと後ろの4箇所だけなので真ん中に欲しかったな。もうちょっとマフラーの後ろの触媒のケース、ここはもうあれですよ。接着剤の状態にしちゃうと入れにくいから、ここ一応接着位置になるか。ここが入り地の部分がこんなに広がっちゃうから、ここと前こういう時は流し込み、この接着剤いいですね。すぐ乾いてくれるんで剥がれにくい。しっかりくっつけとけば。ちょっと押さえとけばいいだけですけど。じゃあ今日はこの辺りまでかな。これタイヤの方ですね。若干リューターで削っときました。リューターで削ってってあれですよ。バフがちょうどいい大きさだったんで、こうはめて、ヤスリにギューってやってるだけです。回してましたよ、こうガーッと。ちょっと動画撮るの忘れちゃって、これ以上あんまり傷もつけたくないんで、
割愛します。でタイヤは、これはトレンザのブリヂストンポテンザ RE71 見えねえ。71ですね。RE71 ですね。あれ、俺乗ってたセリカ WX、 このタイヤだっけかな。なんかそのような記憶があるな。71年、その次のやつかな。覚えてないです。WX だって新車で買ったわけじゃなくて中古買って、あの頃は僕は若かった。だいたいこういう古い車作るとね、あの頃僕は若かったっていう気持ちになるんですよ。あれ向きおかしい？どうかちゃんとはまってない。違う。これサイズ違う？サイズ違う。間違えてた。こうか。で、これがこれでいいのかな。あれ？いいんだ。だから向きですよね。向きを間違えないようにしないといけない。もう一度にね、いろんなこと考えられる。おかしい。あれ、これが細いやつで、これが太いやつ、これが違うの入ってんのか。これがホイール違う、多分。これがそうね、こうだ。んでこの向き。いやね、ちょっとね実は去年脳梗塞ってほどのことじゃないと思うんですけどね、隠れ脳梗塞発覚して、そのあたりからどうもちょっと頭の中に霞がかかってるまあいいです。こんな感じでエンジンも乗せてタイヤも組めました。このタイヤはまだちょっとくっつけるのが厳しいですね。さっきこのセンターハブというかブレーキを接着したばかりなんで、ちょっとこれはまださすがに入れられないです。じゃあ残りは明日以降ですね。なので今日の作業としてはここまで。次はコックピットの中とかエンジンの、バッテリーとかゴリャゴリャくっつけるような感じですね。それではまた。